はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回ですね、早速話題のクラウンスポーツ見てきましたということで見学をご紹介したいと思います。それでは早速行きましょう。はい、ということで早速クラウンスポーツ見ていきましょう。私はですね、特に白が見たかったので、ちょうど白のデモカーがあるということで撮影してまいりました。もうですね、素直にかっこいいですよね。今映したのはすでにリリースされているクラウンクロスオーバーですけれども、こちらとはまた違ったデザインだなっていうのがかなり差別化されているなと思います。このように比較してみますと、私としてはですね、クロスオーバーのデザインというのはどちらかというとどっしりした感じ、これまでのクラウンのイメージに近いような気がしますね。ただしこうしてクラウンスポーツを見てみますと、かなりアグレッシブだなと思います。このデザインはスポーティーでありながら、クラウンの年齢層でいうと少し若めも狙っているんじゃないかなと思えるデザインですよね。ホイールも黒でかなりかっこいいなと思います。タイヤサイズはですね、なんと235の45の R21 ということで、標準で21インチを履いている。でかいですね。そしてこのツヤ感のある黒、かなりスポーティーでかっこいいなと思います。フェンダー周りのピアノブラックのパーツと相まってですね、かなり足回りは引き締まった印象ですね。ここら辺はやはりクラウンスポーツという名前がついているのがうなずけると思います。そして皆さんお待ちかね、リア周りですね。私も後ろ姿マニアなので見ていきたいと思いますが、まずですね、クロスオーバーと比較してみましょうか。今映しているのはクラウンクロスオーバーの方ですけれども、こう見るとですね、かなり後ろ長いですね。そしてクーペフォルムというかですね、相当に寝かしたようなリアデザインとなっているのがわかると思います。ここら辺はスポーティー寄りというよりはやはり高級寄りだなというデザインだと思いますけれども、今クラウンスポーツに戻ってきますと、このくびれ感すごいですよね。大きく張り出した艶やかなリアフェンダーということで、かなり特徴的だと思います。いいですね。このくびれ感は相当リア好きの人にとっては魅力的なんじゃないかなと思いますね。そしてリア側のタイヤも同じように大口径ということで、かなり主張していますね。今回からですね、エンブレムがトヨタのマーク小さくなっててちょっと可愛いですけれども、それ以上にクラウンというグレード名が表示されているということになっています。ライトの点灯はこのように光るようですね。なるほど。この新型クラウンについては皆様ご存知の通り、クロスオーバー、スポーツ、セダン、エステートということで様々なタイプが出ていますけれども、その中でこのクラウンスポーツについては、パッケージとしてはすごく分かりやすいデザインになってるんじゃないかなと思います。ボディサイズで言いますと、全長が 4720mm、全幅が 1880mm、そして全高が 1565mm ということで、ワイド&ロー、そして全長が短いことによって、ハッチバック的なスポーティーさがかなり際立ってるなと思います。今回ですね、私が見たかった色の白ですけれども、こちらはボディカラーモノトーンでプレシャスホワイトという色になっていますね。やはりクラウンであれば白見ておかないわけにはいかないですよね。それ以外にも白を含んで6種類のカラーバリエーションですけれども、例えばエモーショナルレッドの赤であったり、マスタードの黄色みがかった色っていうのも、こういったスポーツのタイプには似合うんじゃないかなと思います。私としては本命は白かなと思いますね。それにしてもかっこいいなと思いますね。もうなんか日本車っぽくなくて、なんかヨーロッパ車、ドイツ車っぽいなって思えるようなデザインになってますよね。これはすごい変化だなと思います。そして内装見てみましょうか。
内装はですね、クラウンのクロスオーバーとほぼ同等ということだと思います。ただですね、内装色としてはこのモデルはですね、サンドブラウンということで、本革の茶色の革が使われたシートになっていて、内装からおしゃれだなと思いますね。こうして見ると、新型クラウンデビューした時に内装の質感どうなんだっていう風な感じでいろいろ意見出たと思いますけれども、見慣れてくるとなるほどなというところかなと思います。それにしても革がですね、このブラウンになっているだけでかなりおしゃれ感高いですよね。私ですね、手触りマニアなんですけれども、こちらのシートかなり良かったですね。形状としてもパフォーテッドレザー、穴開きになっていてかなりしっとり感があると思います。これはですね、トヨタとして、最上級車種ということの表れかなと思いますけれども、かなりいいシート素材になっているかなと思いますね。一点気になったところを言うとですね、ここですね、クラウンスポーツという名称ですけれども、パドルシフトじゃないんですよ。これはどういうことだと思いますけれども、ちょっと後にそこのつながりがあるかなと思いますので、モデル展開含めて話したいと思います。シートいいですよ。皆さんもぜひ手触りスリスリしてみてください。そしてリア周り、トランクですね。トランク開けてみました。トランクの方はキック開閉もついていて、ほぼほぼ全部盛りかなと思います。容量の方で言うとトランクはですね、450リッターのサイズがあるようなので、かなり荷物は入るかなというところですね。そして営業マンの方にお話を聞いていて驚いたのが、このクラウンスポーツはですね、ワングレード展開ということで、今はですね、スポーツの Z というグレードのみですね。駆動方式もハイブリッドの4駆の E4 で本体価格が590万円という価格設定になっているようです。諸経費込みで乗り出していうとだいたい620万円ぐらいからということを営業の方おっしゃっていましたね。ここでですね、私すごい気づきますね。この620万円って絶妙に微妙ですね。なんでかっていうと、レクサスの NX のエントリーグレードの NX250 であったり、マツダの CX60 の上位車種がちょうど600万円超えてくる感じですよね。これってどうなんだろうっていうのかなり気になりますね。トヨタのクラウンスポーツの値付けもそこら辺が競合してくるとなると、ちょっと商品力気になるところですね。そしてこのクラウンスポーツはですね、まだ隠し玉があるということで、こちらの今マニュアル見ていますけれども、PHEV が出てくる予定なんですね。ちょっとデザインなんかもアクセント入っていてかっこいいなと思いますが、私が一番気になったのはこの PHEV でですね、もっとスポーツティーな仕様になってくるんじゃないかなということですね。このハンドルがですね、リンプル加工プラスパドルシフトついてるじゃないかということで、あれこっちはパドルシフトつくんだと、今のハイブリッドのモデルにもぜひつけてほしいなと思いますけれども、もしかしたらこっちが本命グレードなのかなとちょっと思っちゃいますね。まだですね、試乗車としては出していなかったので、どういった乗り味かちょっと気になるので今度行ってみたいと思いますけれども、今回はまずクラウンスポーツの白についての内外装見学ということでお届けしました。今回もご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは皆さんも良いカーライフを。